皆さんこんにちは。今日はステンレスの 300A の大口径のパイプのフランジの溶接方法を解説していきたいと思います。まず最初にフランジの内側の溶接をして、その後にフランジの外側を溶接していきます。で、実際に溶接映像も流しますが、溶接している体勢なども撮影していますので、今までの動画よりも少しでも分かりやすい動画になっているかなと思います。それと前回の動画でも紹介しましたが、溶接ブログの方を始めましたので、よければ概要欄に URL 載せてますので購読してみてください。それとサブチャンネルの方を開設しましたので、そちらも概要欄に URL の方を載せておきますので、よければ視聴してみてください。そちらのサブチャンネルと溶接ブログでは、日々の仕事での溶接などを動画配信したりブログ投稿したりしていますので、よければ見てみてください。それと今この配信しているメインチャンネルとサブチャンネルと溶接ブログは、どれも溶接している人にとっては有益な情報をお届けしていると思いますので、お見逃し等ないよう、よければチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは実際に溶接映像に移りたいと思います。はい、こちらが今回溶接していくパイプです。で、引き代の方がだいたい 7mm ぐらい開いています。で、パイプの板厚が 4mm です。で、パイプとフランジの間にこのように隙間が空いていて、これ 2.4mm の棒なんですが、すっぽり入るぐらい隙間が空いているところがありました。で、こちらは隙間がないのに、こちらは隙間が結構あるという状態で溶接をしていきます。で、タングステンの長さがだいたい 8mm ぐらい出した状態で溶接をしていきます。で、ノズルは7番です。それでは内側の溶接を見ていきましょう。まず電流は 200A です。で、電流は中も外も両方とも今回は 200A で溶接をしていきます。で、使用する棒は 3.2mm です。で、なぜ高電流にして太い棒を使用するかと言いますと、最初の方にもあったと思いますが、隙間が結構空いていましたので、もう強引に太い棒で隙間を埋めながら一層で溶接を仕上げていくという感じで溶接をするために、 200A という少し高めの電流で 3.2mm という太めの棒を使用しています。確実に綺麗にいきたい方や、あまり速いローリングなどに手が慣れていない方などは、一度隙間を細く溶接をして埋めるなどして2層で仕上げると溶接をしやすいと思います。2層で仕上げる方法はこちらの鉄のフランジで紹介していますので、よければこちらも見てみてください。ただし1層でも溶接が可能な方はこちらの方が断然早いですし、 3.2mm の棒をぐいぐいと押し込んで溶接をしていくと、しっかりと高さも出て綺麗な溶接をすることができますので、1層で仕上げることをお勧めします。ただし時間があったり、もっと隙間が広くて 3.2mm の棒をぐいぐい押し込んでも隙間が埋まらないっていう時などは2層で仕上げるようにしてください。どうしても棒をぐいぐいと送り込んでしまいますと、色も悪くなりますし、ビードの高さも不揃いになりやすいので、見た目をきれいに仕上げたい場合や隙間が広すぎる場合などは2層で仕上げることをお勧めします。でも2.4mm の棒がギリギリ入るぐらいの隙間でしたので、それぐらいですとあまり見た目を損なわずに綺麗な溶接をすることはできます。 3.2mm の棒が入るぐらい隙間が空いていますと、2層で仕上げた方が断然綺麗に仕上がりますので、隙間で1層でいくか2層でいくかを目安に溶接をするようにしてみてください。こちらがフランジの内側を終えたビード外観です。このような感じでしっかりと引き代が 7mm あったのですが、幅も出すことができ、高さもある程度出せていて、隙間の方もきれいに埋めながら均一な高さで溶接をすることができています。で、手の動きなんですが、手の動きはこのような感じで少し粗めにローリングをしながら溶接をしていきました。当たり面にだけははみ出さないように気をつけてローリングをして溶接をするようにしてください。それと電流値が高いので、あまりゆっくりローリングをすると幅がとても広がってしまったり、当たり面にはみ出してしまう可能性もありますので、あまり遅すぎないよう、ある程度速いスピードでローリングをしながら進行するようにしてください。で、このような感じで当たり面には一切ビードははみ出ていませんので問題ないと思います。板厚が 4mm なので光りづらいですが、高い電流であれぐらいのスピードで早めに溶接をしてもらうと
このような感じで綺麗な色にもなりますし、綺麗なビードがつくので、皆さんもぜひ試してみてください。で、次に外側の溶接をしていくんですが、外側の手の動きはこのような感じで溶接をしていきます。スピードもだいたいこれぐらいで溶接をしていきます。で、今回は少し V のような形のビードをつけたいなと思いますので、タングステンはいつもより少し短めで、早めにローリングをしながら高電流で溶接をしていきます。ちなみにタングステンの長さは内側の時と同じで変えていません。それでは外側の溶接を見ていきましょう。電流なんですが、内側の時と同じ電流 200A で、棒は内側と同じ 3.2mm の棒を使用して溶接をしていきます。で、外側を溶接していくにあたっての注意点なんですが、200A と高電流ですので、このぐらい早めにローリングをしてもらわないとビードが垂れやすくなってしまい、酸化した汚いビードになりやすいです。ですので、このぐらい早めのスピード感で小刻みに細かくローリングをしてもらうと、 V のような形のなだらかな溶接をすることができます。で、200A と電流高めですので、3.2mm の棒を使用していても棒なじみもとてもいいですので、軽くじわじわと送っていくイメージで溶接棒の方は送るようにしてください。で、外側も今回は高電流で太い棒を使用して1層で仕上げていきますので、2層で仕上げていく溶接方法はステンレスのフランジはこちらの動画で紹介していますので、こちらの動画を見てみてください。で、内側は1層でも全然問題はないのですが、外側の場合は完璧な喉圧やしっかりと脚長を出さないといけないような場合は必ず2層で溶接をするようにしてください。今回これは 4mm ということもあり、脚長もそこまで必要ないですし、喉圧などにうるさいような仕事でもなかったので一発で仕上げています。ただ 3.2mm の棒を軽く送りながら早めに溶接をしていますので、脚長も喉圧もある程度は出すことができますので、普通の厳しくないような仕事の溶接ではこの方法でも問題ないと思いますので、こちらの方法は一層で仕上げれますので、とてもスピード感が速いので、こちらの方法も試してみてください。で、普段大口径のフランジを溶接するときはタングステンをもっと長くするのですが、 V ビードを作りたい場合はなるべく短めなタングステンの長さで溶接をするようにしてもらうと V ビードになりやすいですので、タングステンはあまり伸ばしすぎないように溶接をしてみてください。なぜタングステンを短めにするかと言いますと、タングステンを伸ばしてしまうとプールが伸び先の方が溶けてしまいますので V ビードを作ることができません。ですので、なるべくタングステンの近くに肉がたまるように溶接をしていくと V ビードになりやすいですので、タングステンを短めにしてプールが前に進みすぎないようにしながら溶接をしていってます。なのでタングステンを伸ばして溶接をするとこちらの動画のようなビードになりますので、タングステンの長さでビードの見た目も変わりますので、 V ビードを作りたい場合はタングステンを短めにして高電流で溶接をするというのを試してみてください。 V ビードは好き嫌い好みが分かれるとは思いますが、 V ビードが好きな人も結構いますので、自分の溶接の引き出しを増やすという意味でも練習してみるのもいいかもしれません。はい、こちらがフランジの外側の溶接を終えたビード外観です。このような感じで少し英語の V のような感じの見た目のビードになっています。高電流で素早く溶接をしていくとこのような感じのビードになりやすいので、このような見た目のビードが好きな方はぜひ試してみてください。それと溶接スピード自体も一層で仕上げれますし、高電流で素早く溶接できますのでとても速いです。で、高電流で 3.2mm の棒をぐいぐいと押し込んでいますので、脚長や喉圧もしっかり出せますので、こちらの方法は結構おすすめです。ただし高電流ですので、あまりゆっくり行き過ぎると溶け落ちたり真っ黒になって酸化してしまいますので、そこだけは注意するようにしてください。で、手の動きなんですが、このような感じでそこまで長すぎずに、なるべく垂直に近い状態でタングステンをフランジ側に向けてローリングをして溶接をしていきました。ぜひこの V ビードが好きな方は今回の溶接方法を試してみてください。ただし 3.2mm の棒を使っていても、棒だけは必ず送るようにしてください。
送らないと適正な喉圧を出すことができないので、 3.2mm という太い棒を使用しても必ず溶接棒は送り続けながら溶接をするようにしてください。それでは今回の解説動画を終わりたいと思います。サブチャンネル、メインチャンネル、溶接ブログ等これからもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。